はい、どうも、戸岸亮太と実行社長です。今日は、こちらのこれ刃刺身のシャープだったかな、こちらの包丁を使って、砥石の中砥石と仕上げ砥石で刺身の味が変わるのかっていうのをやっていきたいと思います。今こちらの状態は天然砥石で仕上げてある状態になるんですけど、今回は腎臓の中砥石と仕上げ砥石で比べていこうと思います。ここを変えてもらうってこと？はい。もったいないな。すぐ直せます。で今回は、やることとしてはこちらのマグロですね。このマグロを、中砥石で仕上げた状態と仕上げ砥石で仕上げた状態で、試し切りして、その2つを食べ比べして、味が実際に違うのかっていうのを見ていきます。じゃあまずはですね、中砥石の仕上げから研いで、まず中砥石の仕上げにして試し切りして、でその後に仕上げ砥石で研いでまた試し切りするっていう流れでいきたいと思います。2回研いでいきます。それではまずはこちらですね、ハイパーの旋盤からやっていきます。それではまず面直しからやっていきます。じゃあ研いでいきます。まずこの切り刃ですね、ここの面を研いで、で刃先刃付けしていきます。じゃあ切り刃研ぎ終わってこんな感じです。じゃあこちらで小刃付けですねしていきます。こんな感じで30度ぐらいで小刃付けしていきます。でしっかり帰りも出して、で裏押しも軽く当てていきます。ではこれで旋盤終わりです。次帰り取っていきます。じゃあこれで帰りも取れました。それでは今の切れ味を、こちらの新聞紙使ってみていただこうと思います。こんな感じですね。切れるんですけど、途中この長い状態だと切り切れなかったりとか、若干刃が入りにくかったりとかっていうところがあります。中砥石なんでね、こんな感じの仕上がりになっています。でこれがどんな感じで味に影響してくるかっていうのを見ていきます。で今回は、この刃先だけの切れ味じゃなくて、ちゃんとここの切り刃の部分を旋盤で仕上げているので、この切り刃の側面抵抗によっても切れ味、食材の味が変わるのかっていうのが分かると思いますので、今回はそこら辺も見ていけたらなと思います。じゃあちょっと一回洗います。では中砥石と仕上げ砥石で盛る器は変えるんですけど、どっちがいいかな。こっちを中砥石にして、こっちを仕上げ砥石にしたいと思います。グランメゾンで研いですぐだったら美味しくないって言ってると思うんですけど、知ってます？知らない。鉄の味がして1日寝かした方がいいみたいな。僕的には1日寝かしたところで鉄の味が取れるのかなっていう感じですけど、あれは基本的にこの切り刃の側面を、今回中砥石で仕上げるじゃないですか。中砥石で仕上げるとこの表面が結構凹凸が旋盤の溝がいっぱいあるので結構深いんですね。でその溝に包丁研いだ粉とか砥石の研いだ粉とかが入って、それが残ってて食材切った時に食材にそれが移るから、美味しくないっていう
感じなんですよ、うんなんで、こうアルコールとかさっきみたいにピシッてやって拭いたらこんな感じで黒いのがつくんですね。でこれが、その味が美味しくない原因なので、そもそも長砥石で仕上げないのが一番いいです。ここきれいにして滑らかにしたらそういうのも洗ったら取れますし、長砥石で仕上げる場合も、こんな感じでちょっと入念にアルコールでビャッとやって何回か拭いたら取れるので、なるほどな。それをしてあげた方がいいです。それも込みで長砥石の味じゃないかって言われたら確かにそんな気もしますけど、最初だけの比較になっちゃうので、今回はちゃんときれいにした状態でやっていきます。まず平作りからで、端っこだけ最初の状態なんでそれだけ落としますね。切れ味がいいですね。よく切れます。はい、こんな感じです。切ってる感じはもう全然切れ味悪いとかはないです。めっちゃよく切れます。ちょっと一回切ってみようか。切りたいですか？切りたい。さっき切ります？で、旋盤の切れ味。じゃあもう薄く切るでほんなら。こっち持ってたこんなんして。はい。めっちゃ切れるで。ありがとうございます。旋盤？はい。こちら中砥石で切った方の刺身になります。で今回中砥石の方ちょっと時間を置くんで、仕上げ砥石も一回切ってからちょっとだけ時間を置きます。切りたてだと若干感じ変わっちゃうので。続いて仕上げ砥石で研いでいきたいと思います。で仕上げはこちらの1万番とこちらの5000番2つちょっと使って、最終的に1万番で仕上げる感じですね。じゃあ仕上げ砥石で研いでいきます。で仕上げ砥石を当てるときはさっきのこの切り刃の表面の中砥石の研ぎ目をこっちの仕上げ砥石の研ぎ目に変えていくっていう感じですね。はい、では次は仕上げ砥石の1万番に行きます。はい、それじゃあこれで切り刃一旦研ぎ終わったので、刃付けですね。じゃあ工場付けと裏押ししていきます。角度は一緒ぐらいですね、さっきの旋盤と。でこれもしっかり返り出していきます。
ではこちらの新蒸しでまた試し切りしていきます。はい、こんな感じで仕上げ砥石だと全然難なく最後まで切り切ることができますね。で着てる時の音もだいぶ滑らかになったんじゃないかなと思います。はい、仕上げ砥石の仕上がりがこんな感じになります。で今回の1万番は、どっちかっていうと曇る系の1万番なので、鏡面にはなってないんですけど、こんな感じで銀さんのこの刃先の方ですね、刃先の方は結構鏡面チックになっています。ではまたマグロ切っていきます。じゃあまず一番端っこまた落としていきたいと思います。じゃあ次から切っていきます。切った感じとしては、やっぱりこっちの方が滑らかですね。はい、じゃあどうぞ。でね、はい、長くストロークを使うんやな。全然ちゃうわ。なんか上手くなった気すんな。開けてや。もう全然ちゃう。さっき下手くそやったもん。へえ。ありがとうございます。めっちゃ綺麗よ。はい、ということでこちらが仕上げ砥石で切った方のマグロですね。綺麗ですね。めっちゃ綺麗。なんか美味しそうやもん。なんかこの角もこっちの方がちょっと綺麗かな。やっぱ旋盤の時は若干なんかやや毛羽立ってた感じだったんですけど、綺麗な。確かに。こっちの方が綺麗な気がします。じゃあちょっと一回冷蔵庫で休ませます。では、中砥石と仕上げ砥石で仕上げたやつで食べ比べしてみます。中砥石から食べてみます。はい。取ってちょうだい。はい。いただきます。いただきます。おいしい。めちゃくちゃ美味しいなこれ。このマグロ美味しいですね。めちゃくちゃ美味しい。なあ、今までで一番前にやってきた中で。美味しい。1000万円でこれ。じゃあ次仕上げ砥石。美味しさにびっくりしてしまった。いただきます。いただきます。美味しいな。美味しい。こっちの方がちょっと香りが強い気がしますけどね。なんか油もこっちの方が乗ってるような感じがする。一回食べてみよう。こっちも美味しいで。こっちの方が香りが強い気がしますね。でもこっちの方が多分俺も細かい1万番の方かと思うわ。美味しいですね。こっちの方がやっぱちょっと美味しい気がします。美味しい。舌触りはそんな言うほどめっちゃ変わるってわけではないです。もちろん1万番の方が舌触り若干いいんですけど、めちゃくちゃ違うかって言われると、そんな1000万でも全然綺麗な断面してますね。ただ見た目は表面は1万番の方がだいぶ、光が違うな。全然綺麗。めっちゃ綺麗よこっち。もちろん綺麗です。綺麗な。はい、ということで、中砥石と仕上げ砥石で切り比べして食べてみました。美味しかった。でも、さっきみたいにこっちの方がより美味しかった。美味しかった、両方美味しかったよね。美味しかったより美味しかった。そうですね。油もなんかすごくもっと乗ってるような感じがして。で切れ味的にはやっぱり仕上げ砥石の方が切れ味はいいんですけど、味にどう影響してくるかっていうのを今回調べてみました。結果としてはやっぱ仕上げ砥石の方が香りとかが強いかなという感じです。舌触り自体はそんなに大きな差はないんですけど、もちろん1万番の方が舌触りが良くなっています。見た目の綺麗さとかもそうですね。なのでぜひ皆さんも刺身包丁を研ぐときは仕上げ砥石まで当ててあげるといいんじゃないかなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。